여친 남친 안녕하세요. 연정입니다. 今日は皆さんと皆さんが待ちに待った料理をしたいと思います。なので自分にも今力が入ってます。あと少しでも不安にならないようにするために今頭がいっぱいです。10年以上皆さんとキムチをつけてきましたけれども、あら言いましたね。そうなんです。今日は皆さんと念願のカブで作る학살김치 배추김치 만들어 볼 거예요. なので今日はね、頭の中にもいろいろ考えたり、どうすればもっとこの亀を見てる皆さんがわかりやすく不安にならないのかなをずっと朝から考えてました。今日頑張ってみますね。なので皆さんはあんまり頑張らないでくださいね。楽しく見て不安のある方はまずコメントください。それでコメントから自分のクエスチョンマークを一つ一つ消してから始めればどうですか？白菜キムチは各家味が違うんです。それで韓国の人も自分のお母さんのキムチは食べれてもそのお家のキムチはちょっと口に合わないとか食わず嫌いもあります。自分の家のキムチだけを食べたいというの方もいます。なのである程度基本はありますけれども、これが正解ということは自分の中ではないと思います。皆さんも私のそのレシピ通りにやるのもいいんですけれども、自分にとってマイナスプラスとかは全然いいと思います。自分も自分のキムチが美味しいとははっきり言えないところもありますけれども、10年以上皆さんとキムチをつけながら韓国に行った時の学生時代とか会社に行った時の時代に仲間や同僚たちにお母さんのキムチが好かれたので、その気持ちを持って今日白菜キムチ皆さんとつけてみたいと思います。皆さん家の自分の手で作った白菜キムチは特別な味がします。外で食べるキムチとは違う味がします。それだけは皆さんに自信持って言えると思います。始めます。じゃあ皆さん白菜持ってきました。白菜の選び方も大事でしょ。青、黄色があるといいと思ってください。こういう黄色が多いと美味しい白菜ですし、鮮明な青だったら嬉しいですね。青い葉っぱもしっかりついてるものを買うようにしましょうね。ここの幅とか幅はこれちょうどいい感じなんですけれども、すごく分厚いものとかギュッギュッねくっついてるものもありますけれども、手でこうにしたら広がるぐらい余裕があるものがいいですし、ここ細かったらいいですよ。細いものも美味しいです。あんまり分厚くないものだけ選ばないようにしましょうか。ここがね真っ白なものあります。そういうのダメね。それだけ皆さんが気をつけて選んでいただければ、白菜キムチ今ビューン 30% 成功まで来ました。じゃあまずこれ皆さん塩漬けするの皆さん一番難しく感じるの。塩漬けが成功すればぐーんと 70% 成功率上がってます。なので塩漬け大事なんですけれども、ここで言いたいこと、難しく考えないでください。普通に考えてほしい。まずこれ測ってみます。今日は皆さんの不安を少しでも減らすために全部測りながら科学的にやってみます。じゃあこれ測ってみたら1555、嘘でしょ？すごくないですか？今日なんかいい予感がしますね。普通1555出る？大体皆さんが買うものって 1.3 キロ。立派だったら 1.5 キロ。今日は 1.5 キロで一番立派なものだと思ってください。じゃあこれを測った理由は、皆さん塩ね、いくら私が購入しますよとか、今日色紙も準備しました。ここに塩ふりふりも見せますけれども、それでも必ず不安になる方います。やっぱり不安な気持ちもすごくわかります。それは10年以上皆さんと気持ちつけてきたので、私がいろんなこと考えてこれだったらわかりやすいんじゃないかなと思っても、家帰って失敗する方も結構見ましたので、それで測ります。何でも 1.5 キロの白菜は塩 100g やります。塩何でもいいけど日本産買いましょうね。たまに外国産買って苦くなったというの方もいました。だいたい1キロに200円ぐらいの塩だったら十分にいいと思います。
じゃあ皆さん、水をジャーってシャワーの水でかけてきました。水をさっとだけやるのは塩が早く溶けてほしいこと。あと、洗うのは塩漬けして柔らかくなってからいくらでも洗える。今からすごく洗ってここポキンポキンポキン全部折れる方います。もったいないですよ。今日いろいろ塩漬けも話がちょっと細かくなりますけれども、私的には初めて作る白菜キムチの方を向けてやってますので理解してね。こんなに優しいもので包みご飯とかそのままサラダでも食べるでしょ。ここまでは芯がしっかりある。なのでこのぐらいは塩漬けしなくていいです。いいね。ここがやりますけれども、一番立派です。このぐらい持ってるけど、これもわからないでしょ。この紙でやってみましょう。私が塩漬けするところは、ここの塩ちょいところだけやります。葉っぱすごい柔らかいじゃないですか。ちょっとだけでもここの塩水が流れてきたらすぐしんなりなりますので、わじゃここにパンパンかける方、これからはやめましょうか。はい。ここ、しっかり入れます。100g もの使わないので、こっち自分用で使いますね、練習は。だいたい私は全部の手使ってこうに取ってきます。それでね、まず置くちょっと入れとく。入るように。あとここは、ジュジュジューン。見える皆さん。ここにムラがちょっとあっていいですよ、皆さん。溶けながらこれまた全面的になるので、こういう感じでいけばいいんです。ちょっとだけ白い雪が少し積もったなぐらいに、このぐらいでこれ取るよ。じゃあこれから 100g 使います。持っていただいて、まず奥に、ここからここに入れて、そう。また。で、手にここに残って、ここにちょっとだけ、じゃああなたたちもちょっとだけでいいです。ここに立てて入れたらすぐ横にする。それで、この白い面だけ塗る。こういう感じで塗ってます。だいたい真ん中のね、1枚がね、バカ分厚いんです。すごく硬いので、ここだけはちょっと多めに入れてます。絶対あるの。皆さんこれから、本当だ、真ん中にすごく頑固な葉っぱがあるってこれからわかると思う。そこにはちょっとだけ、気持ちだけ多めでいいですよ。じゃあここまで塗って、これは塗らない。手にあるものちょんちょんちょんしてあげればいい。中も塩漬けになるように、またギュギュ押さない。普通に気持ちよく押してあげてください。皆さんこれのこと。じゃあこれは背中にちょっとね、背中とかここに塗ってあげましょう。もうこのちょっとだけで塗ってふり、さっきやったものもここで、もし私は全くないと思ったらやらなくていい。それ入れたら十分ですので、今塩漬け終わりましたけれども、やっぱり白菜のことで塩漬けの時間若干差があったりします。今日私のものはもう普通より若干立派なものなんですね。この白い葉っぱがちょっと太い方です。測ります。今笑ってる方もいらっしゃると思う。なんだけど、本当にわからない方、すごく不安になります。キムチとかは日本の料理じゃないです。あと、初めて漬物をする方だけでもすごく不安があるので、大げさに細かくいきます。この芯がね、1センチちょっと過ぎてます。そしたら立派なものだと思ってください。そういうものは1時間半塩漬けします。真ん中のものが 0.7 とか 0.8 とか1センチより浅いと思ったら1時間だけやってください。それでまた塩漬け不安ちょっとなくなりました？ OK。じゃあ、私の場合は綺麗なこういう買い物袋をまずは普通にここに入れます。次のものは頭は葉っぱのところに、あと葉っぱのものは頭のところに逆に入れます。芯から出る塩水を葉っぱが吸うようにしてくれると、もっとバランスよく塩漬けになります。なんか小さいことでもこういうのが大事になります。あとここちょっと水あったの入れちゃおう。塩が早く溶けますように。まず1/2で試してみましょうね。1/4だったらあまりも少ない。じゃあこうにしてちょっと空気も抜きましたよね。今日1時間半ぐらいします。その間に30分40分経ったらちょっとこうにぐりぐり回してくれれば塩水も回るでしょう。もっとバランスよく塩漬けになります。じゃあこれからキムチソープ作ります。ニラ、小ネギでもいいです。日本の大根の皮厚くないので綺麗に洗ってこのまま使いますね。細い千切りの方がいろんなところに入ってさりげなく見えるのでいいと思います。
じゃじゃーん。こういう感じでやってください。じゃあ、人参だけサラダに入ってる細い千切りでいいですよ。人参がないから人参買わなきゃというの方だったら人参入れなくていいですよ。人参は正直飾りですので。じゃじゃーん。サラダの千切りでしょ。ニラは皆さん、だいたい4センチか6センチでやりましょう。ニラだけは一緒に和えると、力が入るので蒸れたりします。なので、味付けが全部決まったら、その上にパンと入れて、さーっと混ぜた方がいいですよ。じゃあ味付けしますよ、皆さん。唐辛子はもちろんキムチ用です。これは調味用の細かいものあるでしょ。あれ入れたらダメ。そう、キムチが変なの。色も変なの。味も変なの。同じ唐辛子なのに。そう、変なんです。もちろんちょっとね、辛めに食べたい方は、辛口唐辛子粉とかはたまに細かい量あります。それはそれでいいんです。全部じゃないから。メインの中辛はキムチ用を使います。あと、ニンニクでしょ。生姜、私も今日チューブです。ニンニクもチューブでいいです。皆さんが楽な方で。あと、アミノ塩辛入りますけれども、アミノ塩辛ない。大丈夫です。このイワシエキスとか、カナリエキス、どっちでも味一緒なので、皆さん本当に何でもいいです。大さじ1から1.5プラスすれば、そのキムチも美味しいので、あと、今日足した入るでしょ。これない方は中華の素入れましょう。単純、蜂蜜の方がコク、深さ出ますので、これはちょっと私わがまま言うね。蜂蜜使います。あと、辛口の唐辛子を大さじ1プラスするつもりです。そしたら、後味がね、ピリ辛で美味しいんですけれども、もちろんこれ入れなくても、キムチは美味しくなりますので、中辛の方が一番無難で、市販のキムチくらいの味だと思ってください。それがちょっと辛い方は、中辛の唐辛子半分と甘口半分入れればいいじゃないですか。やっぱり色は真っ赤に見えた方がいいので、この唐辛子の 100g 減らすことは NG ね。じゃあ、大根と人参でしょ。入れます。ニンニクおろし、アミノ塩、カナリエキス、足した。じゃじゃーん、足した。辛口、これも1プラス。その辛さが辛いじゃなく、後からふわっと辛くなって気持ちいいんですよ。あと、キムチのり。あら？ちゃんとここに入れる。じゃあ、リンゴと玉ねぎおろしたものを全部入れましょう。優しく和えればいい、皆さん。大根がちょっと柔らかくなるまでやってください。1分2分やればいい。ここに混ざったでしょ、皆さん。混ざって今ここで味見したら、唐辛子粉もまだチャラチャラです。これがこれからこの大根から出る水で膨らんできて柔らかくなって唐辛子風味もどんどん外に出てきます。あと大根から出た水とこの味付けが全部混ざってそれで美味しい味にまとまりますので皆さんここに適度に混ぜておいてからちょっとね 2,30 分置いてから味見しましょう。これは味付け決めてからプワーっと入れましょうね。大根が味付けが終わったらもうね30分ぐらい経ったのでこれちょっとくるくるします。ここでクワンで押さなくていいですよ。皆さんここの水がここに回ればいいの。結構ちょっと柔らかくなってる。いいですね。これ開けてみましょう。しんなりなってるでしょ皆さん。ベスト見ると皆さんはねここに触ってるの。これ塩漬け韓国人でもわからない。ちゃんと曲げてみるんですけれども、ここは触ったら硬いです。皆さん、この辺、一番熱いところ。そこはもうね、気にしなくていい。あと、ここに曲がるとしてても、真ん中ぐらいが曲がる感じだったら、いい感じかなと思ってください。もしかして、この辺とかがぐんと曲がったら、やばいよ、と思った方がいいです。あと、私はよくね、ここに縦に、皆さん見て、シュッ、押した。戻ってくるのよ。こういう弾力がいいんです。ここは皆さんもうこんな柔らかくなってます。ちゃんと洗ってから味見をするのが正解ですからね。今食べません。1枚ずつ全部ここにきれいに洗います。ここにも塩が溜まってるかもしれないから流せばいいです。今の白菜ってみんなね、綺麗で土もないでしょ。2つ全部やると水がこんな溜まるので、ここでまた軽くチャプチャプしてこれ捨てます。今のこれを2回やってください。ここで皆さん初めて味見をするんですけれども、外側は意外と柔らかくなってる。でもね、真ん中とかはちょっと硬くなってる部分もあるけど、皆さんみんな一緒じゃないでしょ。硬いものがあっても全体的にこうに曲がれば OK と思えばいいです。
でも、私が言った塩つけた時間だけ守ってくれれば、おそらく失敗はあんまりないと思います。で、食べる時も、皆さん、葉っぱはすごく柔らかくて、薄いので、塩気が一番入ってます。食べる時こういう、芯の毒食べますけれども、このぐらい取ってね、すごく薄く取るの。もうこのぐらい取って召し上がる方いる。これはしょっぱいよ。この、表面が一番しょっぱいので、ある程度1センチぐらい取りましょう。これ私がちぎったでしょ。皆さんここ見える？塩が入ってないところ。塩が入ってるところにはここにちょっとね、透明感が出てて、塩が入ってないところは真っ白でしょ。真ん中はこう真っ白で十分にいいと思います。表面だけ塩が入ればいいですし、これ食べてみますね。皆さん、塩気があるのはとってもいいこと。でも食べてって、うわ、しょっぱいって言ってね、顔がすごく嫌な顔になって、水になるとそれは罰でしょ。普通に食べても2、3個食べれるぐらいのしょっぱさだったらいいですよ。ちょっと薄いのは大丈夫です。あと、これがすごくしょっぱくなった時には、皆さん一応直す方法ね。そしたら、もう食べたら海みたいにしょっぱいになってたら、ここに水入れて、ここまで入れて、30分ぐらいほっときましょう。そしたら意外と塩水がね、結構抜けます。それで美味しくなるけど、できれば水に入れて塩抜く作業はあんまりしたくない。その分、白菜の旨味も流れてしまうから。なので、最初つける方とかはだいたい1時間ぐらいでも開けてみてくださいね。少し薄い方が美味しさとしては逆に失敗しない安全な確率にいくと思います。じゃあ、これできたので、味付けも微調節しましょうよ。じゃあ皆さん味付けね。味の微調節の時、カナリキス、ドーン！蜂蜜、ドーン！その2つだけあればいいです。なんかね、唐辛子粉がしっかり膨らんでて、粘りが出て美味しそうな味付けになりました。味見しますけれども、味見してくださいって教室でよく言うと皆さんね、慎重に大根1本をスーッと取り出してこれだけ食べるんですね。大根味しかしませんよ。こうしたら味見がならない。ちゃんと味噌食べてね。わあ、食って美味しい。皆さん本当にね、分量通りにすれば絶対美味しくはなるけど、ここで皆さんの好みでカナリエキスとかイヤシエキス大さじ1、蜂蜜大さじ1プラスまでは全然大丈夫。今ね、ちゃんと甘みもあって私は好きなんですね。逆にちょっと甘みが立つので、私の好みですよ。皆さんこれでちょうどいいかもしれない。私はこれを大さじ1ぐらい、もうちょっと入れたいと思います。これで皆さん微調節終わりだよ。簡単でしょ？まず真面目に何も考えずに、四条式のキムチの味付け作りましょうよ。ガーンと入れます。優しく混ぜとけばいい。これでいい。白菜はちょっと心配の方だったら30分このまま置いてください。余計の水も出るように。それでも白菜からは水は出ますよ。皆さんキムチはキムチ汁出ますよ。トロトロの味付けがちょんと乗ってるのは市販のキムチ。自家製のキムチはちゃんと水っぽい汁が出ますので、皆さん汁が出たり水が出たら、うわ、失敗と思っちゃうの。失敗じゃありません。それはとっても自然なことで、逆にそういう水っぽい汁がないと、いろんな料理できませんよ。やっぱり絞るんですけれども、私が教室で見ると皆さんね、もう本当にね、手が石になって、ここからもうすっごく絞りました。ちょっとショックを受けたの。こんな美味しくなった白菜をそこで締めたら、この子たち全然元気もなりませんし、発酵してもちょっとシャキシャキ感が残ってほしいのに、シーンみたいな歯ごたえになるんですね。なので、ここの葉っぱが水がんで、葉っぱも2回ぐらい、ここももうね、死ぬほど絞る方いる。入れときます。ただ、この葉っぱだけ、キュッ。この葉っぱ、これはしっかり絞ってるでしょ？それでも2、3回でいい。ピョーン。できました。この具を半分にやればいいじゃないですか？皆さんこれをこうに筆みたいに持って塗るのを色塗り全体に真っ赤になればいい。このぐらいあればいいです。まず奥にちゃんと白くならないように塗っていただいて、こういう感じでムラがあってもいいの。じゃあこれは2枚一緒にやってもいいけど、ここだけ塗るんじゃなく、また全体的に塗ればいい。まず奥ちゃんと入れるようにして、少しずつ落としながら。このぐらいいいでしょ？で、ここはこうに塗ればいい。ちっちゃいもん。それで、
皆さんこんなに塗ったでしょ。じゃじゃじゃーん。ここ。ここはちょっとだけここに、ここもいっぱいここに乗せませんよ。重いから。肩こりになっちゃう。ここに塗ればいい。真っ赤に見えればいいです。チェックします。チェックって、ここからひっくり返してみるの。で、ここが真っ白になってるかなってないのか見ますけれども、皆さん意外とここ真っ白の方いますからね。それが可愛いんですけどね。ないです。皆さん見たらなんかこれ丸くしてくださいとか言うんですけれども、それはやってもいいけど、皆さんそれはね、韓国は50個100個作るので、いかにちっちゃくまとめて一般に入れるためにやってます。なので、2つ作る時にはやらなくてもいいけど、今日はやりましょう。じゃあまず、この大きな葉っぱ2つだけ乗せましょう。ここのものは、この柔らかいところをくーんと押します。そして、この1枚を広げる。広げて、帯を作ってこうに巻きましょう。じゃあ反対方、ここあったでしょ。これも伸ばす。ちょっとね、ちぎれたりするけど、いいの。こうに巻いて、ここもぎゅーっとします。で、残ってるもの、上に乗せちゃう。じゃじゃじゃーん。できたの。こんな立派なものできるんですよ。じゃあ、ここに2個なったら、1個はここに入れてるでしょ。1個も。ここは皆さん、この芯が、こういう芯なところが葉っぱに来るように逆に入れましょうよ。何でもバランス。で、ここ塗ってないから塗りましょう。と、絞った葉っぱあるでしょ。これでちょっと混ぜて、この上に乗せます。それで私、このぐらい残しました。これを、海の幸、牡蠣に、あえて牡蠣キムチしたらまた絶品なの。次これ見せますね、皆さん。じゃじゃーん。ここに2つぴったり入って綺麗なキムチになりました。ここで終わりじゃない皆さん。明日朝まではこれ常温にしますけれども、暖かいところじゃなく涼しいところね。そこで皆さん水も出てきます。それ一緒に見ます。また明日来るね。次の日です。発酵するためではなく、一応馴染んでほしいから常温にしました。せっかく作った白菜が1日ぐらいで酸味が出たら、それはもったいない。やっぱり朝漬けもちょっと食べたいですし、時間をかけてゆっくり発酵した方が白菜にも疲れが来ないし、もっと美味しくなるからなんです。皆さんでもね、皆さんの汁が出た感じと私が出た感じはぴったりにならないので、あくまで参考にしてくださいね。白菜もいろいろ性格違うもん。水をもうちょっと足す子がいればそうじゃない子もありますけれども、この何年か見ても日本の白菜ってもそんな水出ないなというのことが自分の感じですね。それで逆にもうちょっと汁出ればいいのにというの気持ちが正直な気持ちなんです。見ると、そう、ここに見たらわかるでしょ。ちょっとここまで出てるけど、これ足したらそうでもないと思いますよ。キムチ足してみました。そしたらね、皆さん汁このぐらいありますけれども、これよりちょっと照る場合もありますからね。あと、照ったら皆さんここがちょっと澄んでる水っぽくなりますけれども、ここに少しね、混ぜてあげれば真っ赤になります。なので汁が出るのはいいことですよ。これ今日夜からでも美味しくなりそうなんですけれども、ちょっと我慢して3日経ってから食べようかなと思っています。皆さんたまにはこういうカブキムチ食べたくなります。キムチチームも作って、キムチチゲも作って、キムチ餃子も絶品ですからね。長い時間、あと話も長かったんですけれども、最後まで見てくださってありがとうございます。これから皆さんと私と同じキムチ食べますね。그럼 우리 또 봐요。キムチのりです。100ml の水に除菌粉、なければ小麦粉でも大丈夫です。入れて、皆さんこれコツなんですけれども、ちょっと温かい水とかはいいけど、熱い水に入れると除菌粉とかが固まってしまうんですね。なのでまず冷たい水に全部きれいに溶かしてから火つけましょう。火はね、弱火とか中火とかしなくて大丈夫ですよ。皆さんが熱くならない程度の火でささっと作ればいいです。100ml だったらあっという間にできますので、どこか行っちゃダメ。ここにずっといる。で、たまに混ぜてくれればこれがトロトロ海苔みたいになります。で、意外とキムチ作る時にこれ面倒だなという時ありますので、3倍4倍作っていただいて、こういう小さいタッパーに入れて冷凍すると楽ですよ。皆さん、もう出来上がりました。よいしょ、見えます？ほら、トロトロなってきたでしょ。